こんにちは、DJ スコールです。8月最後の金曜日は今月のアーティストとして84年8月にデビューした少女隊特集をご用意しました。イエーイ。今回は楽曲紹介というより少女隊というグループの非常にユニークな側面にフォーカスしてみたいと思います。この動画をご覧になっている方の中には日本の方もいらっしゃれば韓国の方もいらっしゃるかと思いますが、少女隊は日本で知られている以上に韓国で人気だったっていうことをお伝えしておきたいと思います。少女隊と韓国の特別な縁についてお話しする前に、まず岩井俊二監督の映画ラブレターのお話をさせてください。今回少女隊特集を準備しながら考えたことなのですが、もし韓国人にとっての日本映画の初恋がラブレターだったと言えるなら、同じような意味で韓国人にとって日本の80年代アイドルポップスの初恋は少女隊だったと言えるかもしれません。ラブレターという映画がどのようにして韓国で公開されることになったのか、まずそこから説明しましょう。ご存知の通り、韓国は長い間日本文化の流入を規制していました。放送局で日本語の歌詞が入った音楽を流すことも禁止されていましたし、映画館で日本映画を上映することもできませんでした。1998年になってようやく日本文化の解放が始まったのです。ラブレターは1999年の第二次解放の際に韓国に紹介されたのですが、一般観客を対象とした初めての実質的な成功作になったのもラブレターでした。実際、現在に至るまで韓国で最もヒットした日本の実写映画として記録に残っています。歴代の日本映画における韓国国内の興行ランキングは1位から10位までが全てアニメーション作品です。アニメーションの特性上、観客層がある程度偏る可能性があることを考慮すると、一般的な韓国の観客にとってはラブレターこそが日本映画とのきちんとした最初の出会いだったと言えるでしょう。冬のソナタが日本で韓流ブームを巻き起こした時のことを覚えていらっしゃいますか？僕は冬ソナを見ていないので詳しくわかりませんが、多くの人が当時の日本のドラマが失ってしまった純粋な初恋の感性を描いてくれていたと言っていました。韓国の観客がラブレターを愛した理由もまさにその点だと思います。韓国人にとってラブレターは最初の出会いであり初恋でした。ラブレターがどれほどのインパクトをもたらしたか、もう少し分かりやすい例を挙げてみましょう。日本で松田聖子さんや中山美穂さんについて語るとき、特に他の説明は必要ありませんよね。聖子さんは音楽系のレジェンドそのものですし、ミポリンもデビュー以来数多くのヒット作を残したトップ歌手でありトップ女優ですから。しかし韓国で聖子ちゃんやミポリンをテレビ番組や紙面で紹介する際、ラブレターのシーンを引き合いに出されることがよくあります。日本では想像もつかないことではないでしょうか。全国民が知っているあの聖子を紹介するために本人が出演してもいない映画を引用するなんて。ですが、多くの韓国の観客にとって松田聖子さんはラブレターに出てくるあの青い珊瑚礁を歌った原曲歌手であり、中山美穂さんは雪山に向かってお元気ですかと叫んだ女優なのです。一方で今度は韓国の人々が驚く番です。日本における映画ラブレターの存在感は韓国とは比べ物にならないほどささやかなものだからです。韓国で140万人以上が鑑賞したラブレターの日本国内の観客動員数はわずか2万人程度だったと言われています。両国の人口差を考えるとさらに驚きですよね。日本においてラブレターはマニアックな映画でした。
実のところラブレターが韓国に紹介されたこと自体が長期間にわたる日本文化規制という特殊な状況によるものだったと思われます。解放されたとはいえ、初期の頃は依然として厳しい基準があり、岩井俊二監督の映画のように作家性を認められた作品や、うなぎのように海外の映画祭で受賞した作品だけが例外的に上映できたのです。少女隊の話に戻りましょう。少女隊は大手プロダクションが巨額の投資を行い、何年もかけて準備したグループでした。当然ラブレターよりもはるかに大衆的で巨大なプロジェクトでした。それにもかかわらず日本国内での存在感に比べ、韓国で非常に大きく受け入れられたという点においてはラブレターと重なるものを感じます。僕も今回改めて調べてみて、少女隊の曲の中にチャート1位を獲得した曲がなかったんだと少し意外に思いました。1位どころかシングル販売で週間トップ10に入った曲すらありませんでした。デビューシングルの Forever が32位にとどまり、総売上枚数は3万枚でしたし、秋元康さんを起用した素直になってダーリンも14位で7万7千枚にとどまりました。最も売れたシングルであるバイバイガールでも10万枚のセールスでしたが、順位としては13位でした。シングルを10枚以上、アルバムを3枚以上リリースしながらもメガヒット曲を出せなかったアイドルグループ。ちなみに申し上げておくと、少女隊と同じ84年にデビューしたソロアイドルの中ではまさに倉沢敦美さんがちょうどこのくらいのポジションになります。このように客観的なデータだけで少女隊を語るならば、時代を代表するトップアイドルと呼ぶのは難しいかもしれません。少なくともピンクレディ、キャンディーズ、おにゃこクラブへと続く当時最高峰の人気を誇ったアイドルグループの系譜に並べるのは難しいということです。しかし僕は様々な困難や逆境に見舞われながらも活動期間中ずっと素晴らしい姿を見せようと全力で努力して見事なエンターテイナーたちだったと思います。さらに韓国の人々にとってはなおさら特別な存在でした。韓国で80年代に青春を過ごした人々であれば、キャンディーズやおにゃこクラブは知らなくても少女隊のことはよく知っていました。いくら日本のテレビにキャンディーズやおにゃこクラブが頻繁に出演しようとも、韓国のテレビでは見ることのできない蜃気楼のようなものに過ぎなかったからです。では少女隊が韓国のテレビに出演したことの意味についてお話ししたいと思います。先ほどもお話ししたように、少女隊は大手プロダクションによる巨大プロジェクトでした。他のアイドルたちとは異なり、日本を超えて世界を活動の舞台として見据えていました。しかし今のように交通や通信が発達していなかった80年代に、しかも日本文化の流入を規制していた韓国で活動するというのは簡単な決断ではなかったはずです。韓国の放送局が求める通り準備する時間的体力的な負担はもちろんのこと、何よりも政治的な立場の違いから生じる不確実性も不安要素だったはずです。こんな時間をかけるくらいなら国内での活動にもっと力を注ぐべきではないかという思いも当然あったことでしょう。日本人歌手の韓国での活動はほとんど誰も通ったことのない道、誰も通ろうとしなかった道だったという事実を改めて考えさせられます。 YouTube や SNS で全世界がつながっている現代でさえ、時折日本で人気のあるアーティストやミュージシャンが韓国の音楽番組に出演すると、それだけで大きな話題になります。それなのに40年も前、自分たちの母国語を口にすることが許されない国へ訴え踊りにやってきた少女隊のストーリーは、どう考えても
驚嘆に値します。英語で歌った曲は他の国のステージでも披露できますし、音源も残していたので、まだしもわざわざ韓国の歌を韓国語で覚えて歌ったステージを見ると、どれほど韓国での活動に熱意を注いでいたかが伝わってきます。もしアイドルポップスというものが愛されたい少女を音楽とステージで作り上げたものだとするならば、少女隊ほどアイドルポップスに忠実だったグループは見当たらないのではないかと僕は思います。彼女たちはそれを自国で一度、そして異国の土でさらにもう一度証明してみせました。今でも少女隊の動画には多くの韓国人が当時受けた衝撃をコメントで残しています。冒頭で申し上げた通り、韓国人にとって日本の80年代アイドルポップスの初恋は少女隊だったと言っても過言ではないでしょう。ここまで少女隊プロジェクトと韓国の縁について僕の考えをお話しさせていただきました。今回僕が参考にした YouTube 動画のリンクを動画の概要欄に載せておきますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。ちなみに別にどうでもいい話なんですけど、みんな着てる衣装の上にハングルが書いてありますね。韓国少女隊という文字をどう見てもソニョテじゃなくてソノクテなんですよね。これずっと気になってるんですけど、どうですか。今週はここまでです。お相手は DJ スコールでした。ありがとうございました。